3月11日っていうのは、先生はまずその地震発生時どこにいらっしゃってどういうような感じですか。2時46分というと、授業が終わって子どもたちが下校の時刻になります。それで私は校長室で執務をしておりました。激しい揺れで、この校長室には歴代の校長先生方の写真なども飾ってあるんですが、それが落下してくるような地震でしたので、すぐに職員室に行って、教頭士官教諭に、実際にもう放送はその時点ですぐに使えなかったので、回ってですね、子どもたちの安全確認と避難の指示を出しました。私は4回を回って、教頭2人は3回2回、士官教諭1回、そして、校庭に避難させる体制を取りました。私が回った4回のところは、やはり普段の避難訓練は大きいと思いましたけれども、子どもたちは机の下に潜り、担任は出入り口を確保して、激しい揺れでしたけれども、結構長かったですが、そういう体制でやっておりました。校庭に避難その後したわけですが、4年生の子どもたちに多くが涙を流しておりました。それは4年生の教室がプレハブだったんですね。もう今はプレハブ撤去しましたけれども、そのプレハブの中にいた子どもたちが、これは後で確認して分かったんですが、天井の板が外れて上から物が落下してくる、そして激しい揺れの中で、子どもたち机の下に避難したわけですが、相当の恐怖感を味わったんじゃないかなというふうに思います。ただ一人の子どもがちょっと手をこう避難するときに物にぶつけて打撲というのがありましたが、1000名以上の子ども誰一人怪我することなく避難することができました。実はうちの学校は昨年のチリ大地震の大津波警報で、今回の震災で仙台市では最も大きな被災を被った荒浜地区の方々、昨年の2月28日に最大295名、11時半ごろから夜7時半ごろまでうちの学校を避難所として、避難してきていたということもありましたので、この津波で、向こうの方々はうちの学校に避難するというふうにお思いの方々もたくさんいらして、車で続々と避難してきている人たちも子どもたちと一緒に、いたような状況でしたね。それは大体何時ぐらいにもうすでに続々と荒浜3時半過ぎですね。で、そうやって子どもたちを親に引き渡したり、新たに来た避難者を迎え入れている間に、緊急のヘリが急降下してきて、津波が来ますということでですね、私たちは子どもたちの対応、保護者への対応でいっぱいだったので、宝の情報というのを得る、そういうところ取れませんでしたので、そのヘリでこれだけ大きな津波が来ているということを知ったというのが本当のところです。そこからはあとは体育館に避難している方々も含めて、校舎の2階以上に再避難したということですね。津波はここには到達をしたんですか。幸い東道路が津波の防波堤の役割を果たしたんだと思います。ここまでは津波は来ませんでしたけれども、ただうちの学区の一部はその東道路の東側の地域もありますけれども、西側にある一部のところまでは水が入ってきたということも、それはそういう中身でございました。ただ後からですね、保護者から、メールで、校庭に避難して、そして引き渡しをしている、そこに津波が来たら石巻地域のね、ああいう学校と同様な状況にならなかったのですかという指摘を受けました。
本当に東武道路が防波堤にならないで津波がやってきていたら、江戸時代の浪焼神社っていいますかね、その辺まで来ることがあったとすれば、やはりそれなりの被災は被ったのかもしれないなというのも大きな反省点の一つではありますね。夕刻になってからは膝から下は泥だらけの方々、その町内で皆さん裸足のような状況で歩いてこられる方もいらっしゃいましたし、特別養老人ホームの方々、そういう方々も一斉に避難してくるようなことになって、全館、避難所として開放しておりましたけれども、それでも間に合うのだろうかというぐらいの避難者の方々で、学校はあふれていた状況でした。多分当夜は2500名ぐらいだったと思います。夕方学校に備蓄してあるものを配布していかなければ、皆さん、夕食時間とかね、そういう時でしたけれども、子どもだけにですね、クラッカーと水を配布いたしました。もうじゃあ備蓄は何人ぐらいの？クラッカーは630食です。じゃあでも4倍以上。アルファ米は1200食備蓄してございます。やはり、若い教員に翌朝のこともありますので、アルファ米を水で少しですけども作って、私たちも何も食べてませんでしたので、その若い教員に、食べてみなさいと言ったら、夕刻から雪が降ったりもしましたのでね、大変もう寒い状況でもあったわけですが、とても冷たくて食べられたものじゃないということで、次の日の朝のそのアルファ米1200食いる人に全てに配らなければいけないわけですが、どうするかということで、職員と相談して、学校の渡り板を切って蒸すことにして、でかまどは夜配ったクラッカーの空き缶ですね、一斗缶になりますが、それに穴を開けて、作るということにして、朝4時半ごろから、みんなで活動してですね、避難してた方々も続々と朝私たちが活動しているのを見て、手伝いに来てくださいまして、近くの方が薪などもその後すぐに運んでくださったので、そういう体制でしばらく続けましたね。お湯を炊くことをもう4時半ぐらいしましたね。水はですね、初めて私もアルファ米は昨年のチリのその津波警報の時に職員でも皆作って避難してた方々に渡したりした経験もありますので、その部分は良かったんですが、水については非常用飲料水貯水槽というのは仙台市内の小学校にもいくつか作ってございますが、うちもそのうちの一つです。それが大変役立ちましたね。水については、飲料水については、それがあったために心配することがなくて、湯を沸かすことにできたというのが中身ですね。おやつの会のキャンプ用品があったからそういうのかけたりしたんですか？そうですね、それも大きな役に立ちましたね。大きな鍋、それからそのかまどになるようなものもいくつか持っておりましたし、またろうそくもおやつの会用のものもございました。おやつの会っていうのはどういうの？お父さんたちが子どもたちが通常休みの日などに楽しめるような企画をするグループですね。毎年ミステリームービーだとか芋煮会だとか夏はキャンプをしたり、さまざまなことを企画してくださって、子どもたちの活動を後押ししてくださっているお父さん方のグループを、親父というと都会的なので親父なんですよねおらこの学校なので、それで親父の会の志らくなんかもありましたので、そういうのも
本当に役立ちました。ちなみに3月16日に電力供給ってことなんですけど、それまでこれは東北電力が復旧したという意味ですね。その前にもうすでに中部電力の発電車が来て、そうですか。じゃあかなり早く、この地域では早い方。そうですね。中学校さんも体育館と武道館避難所になっておりましたが、中学校とうちの学校が、かなり早い時期に、電気が復旧しましたね。皆夕方中部電力の方々が、泊まり込んで、電気つけてくださったわけですが、久しぶりに皆さんの歓声が上がって、皆さん喜んでおりましたけれども、やはり、そのライフライン、水はありましたが、電気、大きいなというふうに思いました。避難所運営っていうのはすごい、そういうような人数っていうのはすごいご苦労とか、仕組み作りっていうのはどのように行っている。そうですね、とにかくここの避難所に来ている方々に、大変な震災だということは、いろんな新聞だとかなんかの情報で、分かってきましたので、少しでも、安心できる避難所に、全力を挙げて取り組もうということで、先生方とお話ししてやってきました。1日3食、毎回2000食用意するというのは、これは大変なことでしたけれども、備蓄物っていうのはもう翌朝でなくなってるわけですから、その後は、支援で、なんとか運営することができたということだと思いますね。地域の方々が、本当に初めの頃にさまざま持ってきてくださった方々に一番感謝していますね。本当に何もない時に、ここにたくさんの避難者がいるということを知っている方々が続々とやってきてくださって、食料だとかさまざま差し入れてくださいました。古着だとか、初めの時にはどんな古着でもあっという間になくなるような状況でしたね。皆さん気のままで避難してきてましたので、それからあとNHK さんが、取材に入って、それが放映されたこともあってですね、国内外からこの避難所はたくさんの支援をいただいて、食料というのは3日ぐらい経ってからは本当に苦労しない、ような状況になり得たと思っていますけれども、私たちから見れば野外活動のグループ活動と同じような体制になりますけれども、部屋ごとにリーダーを決めていただいて、食料係だとか保健係だとかその清掃の係だとか、そういうのをそれぞれ分担してやっていただきました。毎晩リーダーの方々に集まっていただいて、リーダー会を8時頃からだったでしょうかね、8時半だったでしょうかね、開催して、私たちの今の状況をお伝えして、それぞれの部屋の悩み、それから改善してほしいこと、お話しいただきながら、一緒に、少しでもいい避難所になる努力をしましたけれども、47人ぐらいいましたね、リーダーはじめ。それはもうリーダーとその避難所の運営っていうのはもう地域の方ともう先生たちがもう総出で分担されてやられたっていう。そうですね、地域の方々も、うちの学校の避難所運営委員会を設立できたのは10日ぐらい経ってからなんですね。それまでは各部屋のリーダーさん5000で決めていただきましたけれども、若い方から年配の方まで部屋によって様々でしたけれども、本当に一生懸命やってくださいましたね。
じゃあ翌日ぐらいから部屋ごとのリーダーさんが管理しっていうか仕切ってくるっていうそうですね、今日はこういうものをこれだけ配布するとか、新たに入ってくる方、出ていく方、人の動きも本当に激しかったですから、その部分の管理も含めて、また安否確認のためにたくさんの方々も押し寄せてまいりましたので、電話もつながるようになってからは朝から夜中まで、それに対応せざるを得ないような状況でもありましたのでね、各部屋ごとにそれぞれ運営していただいたということですね。先ほど一言でね、国内外の支援をいただいたという話しましたけれども、本当にたくさんの方々が支援してくださいました。お医者さんも2日目だったでしょうかね、一番早く来たのは鳥取と埼玉の日赤の方々、翌日にはもう来てましたからね。それから新潟、神戸、京都、そういう仙台市と関係のある市長といいますかね、市のボランティアの方々も入ってまいりましたし、それから地域の若者たちですか、若者たちも素晴らしかったですよ。あまり若者たちと接する機会というのは多くはないんですが、この避難所の運営を通して若い人たちの力を改めて見直すぐらい素晴らしい活動ぶりでしたね。